はいどうも、みっちーです。今日もよろしくお願いします。今日は母直伝島寿司の作り方をご紹介します。小笠原諸島の郷土料理でもあるこの島寿司は、私が小さい頃から母がよく作ってくれてる島寿司です。母から作り方を聞いてきたので、ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは早速作っていきましょう。用意する材料はこちら。さわら、お米、醤油、お酢、砂糖、からし、塩。材料はこれだけです。概要欄にも分量を記載しておきますので、後ほどそちらもご覧ください。まずは調味液を作ります。酢大さじ3、砂糖大さじ1、塩小さじ1を入れ混ぜます。酢飯の準備をします。熱々のご飯 250g を用意します。作った調味液を大さじ2杯入れます。混ぜます。混ぜたら軽く冷まします。軽く冷めたらお皿を用意し、ラップを引きます。酢飯を握ります。1個あたり 15g から 20g を目安にしてください。握ったら乾かないよう水で濡らしたキッチンペーパーなどをかぶせときます。魚の準備をします。まず半分に切ります。皮を引きます。血合いを取り除きます。好きなサイズに切り分けます。贅沢に食べたい方は厚めに切りましょう。今使っているサワラなんですが、先日の動画でさばいたお魚です。まだ見てない方はぜひご視聴お願いします。こんな感じです。ボウルに切ったサワラを入れ、醤油を入れます。軽く浸かる程度でいいです。漬け込みは握る直前にしてください。漬け込み始めたらすぐ握る準備をします。ここが島寿司最大のポイント。わさびではなくからしを塗ります。
ボウルの縁で余分な醤油を落として握っていきます。今作ってる島寿司なんですが、実は各家庭で味が変わります。酢飯の作り方、使っている魚や醤油、漬け込む時間などでだいぶ変わります。小笠原諸島の島寿司の定義としては、漬けにわさびの代わりにからしが使われていれば島寿司です。魚はサワラを使った島寿司が最も一般的です。小笠原諸島に観光に来た際は島寿司を食べてみてはいかがでしょうか。最後に羽衣を飾れば島寿司の完成です。はい、ということで島寿司が完成しました。めっちゃ美味しそう。それでは早速食べたいと思います。いただきます。うまい。まあ、いつものやつ。この子だって。最高。うまい。からしが効いてて最高です。小笠原諸島の島寿司は一般的に沖俵を漬けにしてわさびではなくからしをつけたものです。他の魚で作る場合もあります。沖俵は手に入れるのは皆さんは無理だと思うので、スーパーなどで手に入るカンパチやタイなどの白身系の魚なら何でも大丈夫ですので作ってみてください。小笠原諸島の郷土料理島寿司をぜひ味わってみてください。はい、ということで今日の料理はいかがでしたでしょうか。参考になったって方は高評価、チャンネル登録は鳥さんをクリック。それでは次の動画でもお会いしましょう。またね。